確認ですが、本来この脳みそというのはいじっちゃいけないんです。そしていじれないように複雑な機構をしているんですね。ですが、この道具を使えばいろいろと調整することは可能です。ただもう一度言います。法律で脳の中はいじってはいけないと厳しく制限されているんです。それでもやりますか？よし。よいしょ。多いんですよ最近お客さんがね。本来いじる必要っていうのはないんですよ。で全部でね後で詳しく話しますけれども8の項目が能力値が分かれていまして、それで、それ今ね通常のプログラムでしたらもうそれがもうバランスよくすでにね配置されているわけです。もうそれで十分なんですよ。ただまあいろいろいじれるとなりますと実際いじってみたくなるというのがね人間の差がでございまして、我々がロボットではない人間であるという、証拠の一つでもあるわけなんですけれど、ということでちょっとまず脳の中見てみないことにはいろいろもうすでにいじくり回されてるなんてこともね実はありますから、本人の意識とは別にですけれどもね、ちょっと上げますので、よいしょ。すいません。でこれもこの特殊な工具使わないと開けれないようになってるんですよ。これ見たことありませんでしょこれ。ね。いっぱいあるんですよこれ。これでね。これ開けるのも結構時間かかるんですよ。頑丈にできてますから。なかなかいじれないように、なってるんです。何重にも何重にもなっていますから。人間の能力っていうのは、100点あるとするとそのうちの80点を使うようになっているんですね。で、その能力というのは8に分けられていまして、ざっと話しますと目の記憶と耳の記憶と理解力の深さ、理解力の素早さ、言語力、考察力、これ検証力と言ったりもしますけれども、あと発想力で8番行動力ですね。1234567と8つの項目にね分かれているんですけれども、でこれがねこれ80点で各10点ずつ割り当てられていて、バランスよくねこう機能するようになってるわけですね。でこれはあくまで生体由来の本来ある脳の補助になりますから。で、状況によって、心拍数とか脳波とか測っていまして、状況によって非常事態にはそれは80が100に持ち上がるようになっている、そういう仕組みですね。でこれはもうバランスよくもうすでにね計算されてできているんですよ。だからもう本来いじる必要は全くないんですね。もうこのままでも普通に生きていくには申し分ない、うまくこれねできてるんです。で、今から行うのはその80を、100もしくは120、さらにそれ以上上げてしまいます。メモリを増設してしまうんですね。でそれを常にフルに使えるようにしてしまうということなんですよね。なんでもともと80でセーブされているかっていうと、生体由来の脳、これはもう我々は心域って言ってますけども、ちろん心域を侵さないため、負担をかけさせないためなんですよね。常にこうね覚醒している状態になってしまうと、それはそれで脳に負担かかってしまうということなんですけれども、でもね実際にいろいろね我々が研究してみたところ、そんなことはないですよ。常に100もしくはそれ以上アップしていってもそんなにねそんなに問題ないかなっていうね、特にね大丈夫。ただ200ぐらいが限界かなって、倍のね200、それぐらいだったらなんとか命に別状はないかな。300、400となってくるともうこれ廃人になってしまいますから、脳廃棄ってことになっちゃうんですけれど、それでちょっと内蓋取りますね。これ外が取れて内蓋を今から取ります。これもまた頑丈ですからちょっと時間かかるんですけれど、200は限界でね、300、400っていくとさすがにちょっと欲張りすぎっていう。であなた最初ですから、120ぐらいをね置いとこうかなと思います。最初から200まで上げてしまう人もいますけども、命に別状はないとはいえども、なんかこう常に目がギラギラして覚醒しているような、目が血走っているような、そんな感じになってしまいますから嫌でしょうそれ。ですから120ぐらいとりあえずやっとこうかなって。で後で元さらに増やすこともできるし、もしくはね、やっぱり元に戻すってことももちろんできますし、
りあえず120ぐらいでね、調整してみようかなと思います。問題ないですね。ちょっと待ってね、ここはね、ちょっとこれ人によってね、いろいろね、形状が違うんですよ。鍵みたいなもんです。これね、今、ピッキングしていく作業ですね。これで、なかなか開けれないこの蓋を開けていくということなんですけれども。よしよし。ね、だから120ぐらいで調整していくという、ことでやっていきますね。で本来はだから80、ね、80をそれぞれ10点ずつ割り当てているということ。でもそれを80から120、つまりプラス40するわけですね。だから平均的に割り当てるんだったら5点ずつ、ね、追加していくことができるんですけれども、そこはまあ好み次第というか、ね、状況次第とも言えますので、で問題なのは、それ変えることはできないということです。ここに来ればいいですよ。ここにもし来れば何回でも調整しますから。ただ自分でこう変えることはできないわけですよ。さっきも言ったっけ。だから本当は臨機応変にその能力値が変わっていくんですよ。その80点のうちの能力値で、例えば勉強するときだったら記憶力をアップさせたりとか、人と会話するときだったら言語力をアップさせたりだとか、理解力を増やしたりだとか、そういうことが、ね、自動でこう行われていくんですけれども、それはできないですよ。もうこっちで増やしてしまって能力値を全部固定してしまうわけですから、これ無理やり固定するわけなんですよ。だから臨機応変っていうのができなくなってしまうんです。ただそのものを増やしますから、別にその欠点というわけではないんですけれども、だからそこはちょっとデメリットといえば、デメリットとも言えるかなというところですけれども、でもね、ちょっと複雑だからね、これ何回やっても慣れないんで、よいしょ。だから全部で8項目あって、目の記憶、それから耳から入ってくる記憶ね。で、それが1番、2番。で、3番が理解力の深さ。4番は理解力の速さ。で、5番が言語力。6番が考察力、検証力。で、7番が発想力。着想力って言ってる人もいる。で、8番が行動力。よいしょ。で、例えば3と8、その能力値を上げていくと、これ柔軟力になってくるんですよ。で他には、何が言われてるかな、3と8っていうのは何か分かる？覚えてる？理解力の深さと、行動力、それを上げていくと柔軟力が増える。あとは4の理解力の素早さ、それから8の行動力、これを上げていくと今度は決断力が増えるっていうね、その裏の組み合わせっていうのがいろいろあるんですよ。あとは3番の理解力の深さと、6番の考察力、これを中心に増やしてあげることで合理性が増えます。あとは5番の言語力、それから7番の発想力、これを同時に増やしてあげると、これは魅力が増えます。よし、開いた。よし。これで頭を楽しようね。よいしょ。だからそこはね、ただね、いろいろ経験してみないとわからないと思うから、まずは平均的にそれぞれ5点ずつ上げていくのがいいと思うんだけれども。ね。よし、開いた。複雑にできてるんかね、これ。これで奥の方にある接続部分を引っ張り出すからね。見えた。ちょっと待ってね。ここか、ここ。引っかかった。
もう一度。あとまあ記憶力っていうのはね、今は増設することもできるわけよ。だから、あんまりね、優先してみんな記憶力を上げようとしないんだよね。増設っていうのは別にメモリを増やしてしまうっていうこと。だからあえてこの、120点の項目に入れずに別に外部からね、メモリを供給してしまえばいいじゃないかっていう、そういう考え方もあるんだけれども、これね、僕はあんまりこの考え方好きじゃなくて、っていうのは外部のメモリで入れてもなんか自分の記憶とは違うというか、頭の中にただデータが入っていて、それをなんか素早く取り出せるっていうだけであって、本当やっぱ自分で考えて見てね、聞いて、それでやっぱ記憶は蓄積していくものであって、勝手に記憶メモリ入れてもなんかそれは違うっていうね、頭の中にただデータ持っているだけみたいな、そういう感覚だからあんまり好きじゃない。よいしょ。モニター用のコードをつけるからね。よし。はい。よし。はい。はい。これで測定ができますから。でね。いいかな。だから今はもう、通常通り全部、8の項目が全部10点ずつ割り振れられてますから、これを調整していきましょう。ここまで来れば簡単だから。じゃあまずは目の記憶ですね。目で見た記憶をどれぐらいアップさせるかっていうんですけれども、ちゃんと自分の記憶として保存されますので。あとさっき言った外部メモリっていうのは、これ壊れてしまったら全部記憶パーになってしまうんですよ。もうそれを恐れずにこの記憶力っていうのを逆に下げてしまって、その分のメモリを他に割り当てるってこともできるんですけれども、いざ壊れてしまったらもう全部もうパーになってしまいますから。これがだからこれもこのね、心域の周りに8つのパーツがあって、それぞれを能力を司ってるんですけれども、接点をね変えてあげるんです、バランスを。まずは、目の記憶と耳の記憶と理解力の深さ、理解力の素早さ、この4つの項目をまず調整しますから、それで100点になって、残りの20点はさらにチップを追加して、それで調整します。これね。これで目の記憶が OK。で、耳の記憶も同時に。よいしょ。これはこっち使いますか。まあ。
こまでアクセスできればもう比較的簡単に変えることができちゃうんです。で同じように使って今度は理解力の深さ、こればっかり上げてしまうとね頑固になりやすいから、もうそこそこでいいかな。あと3のだから今この理解力の深さと考察力、これ上げることで合理性が増えるっていうのと、でこれをじゃあ上げますね。理解力の深さね。数値変えの忘れてた。えーっととととと問題ないね。たまに拒否反応が起きる場合もあるから、ないけどね、僕はないけど、そういうことが起こったっていう事例もなくはない。このね、ここの生体由来のこの脳みそが入ってるここね、これケースがあるんだけれども、大きなケースがね、これに全部がこう、神経としてつながっている。これがダメになってしまうと廃人になってしまう。あなたじゃなくなってしまう。これここの接点がこれ弱いんだな。でしょうこれ。ここの接点が弱いと、これ本領発揮できないんじゃないか。磨いとくか。本当は定期的にねクリーニングした方がいいんだけれど、開けちゃいけないってことになってるからクリーニングしようがないよね。だからせっかくもうこうやって開けたんだったら同時にねこう綺麗にしちゃった方がいいよっていう。これもあんまり知られていない事実だから、綺麗にすれば復活するのにねしちゃいけないっていうのがあって、これはただの老化だってね言い張ってしまう。違う、老化なんかじゃない。ただね錆びついてるだけなんだから、磨いただけでこれ、あれ
からついでに全部こう。さあ、理解力の素早さ。これもまあ、そうね、それに上げとこうね。とりあえず平均上げとくから。少し多めに上げて、あとは行動力も一緒に上げてあげると、決断力が上がるって。大事だからね、決断力ね。他の能力値が上がっても決断力が低いとなんか何も結果を残せないっていうこともあるから。でこれでメモリを増設するから今ね、40点分違うね20点分か増設したから、これでもう脳が今フルになってる状態で、ここからこの残りの20点分はこれで追加するからね。これね同じように見えてこの厚さが違うわけよ。これも一気に200増える。これ10点。これ20点。これね。つけるの簡単だから。この2人はね、なぜかシンプルにできてるのよ。簡単にこう。これもここに、もうね、ご丁寧にこうね、増設するね、この接続部分があるんだよ。これもね、こうにね、もう何にもいらない。ただただ。カチッとはめるだけ。これだけ。これでも増設できてる。簡単なんだ。これでちょっと固定しなきゃダメだけどね。なんかカラ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 動いちゃう。でこれでクッション、周りのクッションをつけてあげる。あれあとは5番の言語力、これとあとは7番の発想力、これを増やしてあげると魅力が増えるっていうね。よいしょよいしょ。まあ会話重視のお仕事とか、じゃあこれでいきましょう。一メモリかな。これで固定と、これ固定しないと元に戻っちゃうから、だんだんじわ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 。これでよし。
次が、今が5番の言語力の調整と、次が6番の考察力、検証力。これはこっちの 70g の圧力計を使いまして、検証力。これさっき調整した理解力の深さってね、それとこの検証力、これを増やすことによって合理性が増えますよっていう。もうね、それだけあげましょう、じゃあね。大丈夫。これでよし。これでここに油を供給してあげて、これで滑りを良くして、ここを調整してくる。あとは発想力ね。一番個性につながる部分ってなるとこの発想力とか着想力ねだったりするんだけれども、よいしょ、あれ固着してるの、よいしょ。これも調整します。発想力。よいしょ。よいしょ。これは言語力と合わせることによって魅力が増えるっていうんですね。よし。そして最後は行動力。こればっかり増やす人はあんまりいない。これ増やしちゃうとパワーになっちゃうから。ね、その前にちょっと待ってね。これ一番奥にあるから。引っ張り出すね。ただないとダメだよね。この行動力とおすすめなセットがさっきの6番の考察力。考察力と行動力を合わせることによって、起業とかしたい人が結構向いてるかなっていうね。それにちょっと発想力があるといいかなっていう感じ。でここやっぱり人気があるね、行動力と、考察力なんていうのはね、やっぱみんなもう均一的なつまらない生活を送っているような社会だから今。それをね、この辺りを増やしてあげることによって、ちょっと人よりも秀でたね、生活を送ることができるかもしれないっていう。よいしょ。でね、じゃあそれね、これ調整していきますと。
これ接続してみましたけれども、一見何も変わらないでしょ今ね。そんななんかあからさまに実感していたらそれは失敗だから、じわ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 なんかいつもよりも調子いいなっていう、そういうことです。生体の部分の脳はいじってませんから、あくまでそれを補助する周りの能力値を少しずつパワーアップさせたっていうだけですからね。